雑談です。本物です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。まあだいたいテレビの話しかしておりませんが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、朝ヤンですね、水道橋博士さんがやっている阿佐ヶ谷ヤング用品店で、昨日は、M 角さんというね、さんまさんのこれまで発言してきたことを雑誌でのインタビュー記事などから、明石家さんまヒストリーというさんまさんの自伝じゃないですよね、伝聞伝というんですか、年表というか書いてる方がいまして、それもメルマ旬報でずっと連載してたのが本になって、今度2巻が出るんですけども、それのさんまさんを語ろうじゃないかという回でございましたが、いやまずね、1巻が1955年から1981年なんで、入門してちょっとまでひょうきん族が始まるかどうかぐらいのところなんですね。なので1巻でですよ、その話をするわけなんですが、まずその M 角さんとは一体どんな人なのかみたいな話が本当に面白かったですね。本当にさんまさんの番組を見て感銘を受けたというか、さんまさんは喋る仕事だから本に残さないとっていう言葉を聞いて、これは自分が書き残さなければ、こんなね面白い人後世に伝えることができないってことから、もうずっとメモるようになって、もうそれをずっと続けてて、それがメルマ旬報というね、水曜橋博士さんがやっているメールマガジンで、拾われてというかね、見つかって、それでずっと連載してたのがやっと本になったと。で今度6月28日かなに2巻が出るんですけど、いや本当にね、これお笑いの教科書というか、人生訓が詰まりに詰まったというかね、本で本当に素晴らしいっていうのと、その昨日のイベントではその M 角さんが本を出したことによっていろいろこれまで入手困難だったような情報も入ってきたり、また河内屋菊水丸さんってカーカキンキンカーキンキンってね、フロム A の CM でね、一時90年代ですかね、90年後半に大ブレイクした方が、さんまさんとの共演してた VTR があると、 VHS ですね、それを持ってきてそれを見るなんてこともやっておりましたので、ぜひね、まだ配信中ですので、ぜひご覧になっていただければなと思います。本当に面白かったんで、本もね本当に本の内容は本を読めばさんまさんのねどんなことがっていうのは本を見ればわかるんですけど、M 角さんのなんていうんですかね、研究心、探求心の底のなさというか、青天井具合というか、底がない上にね天井もないもんだから、これはもうとんでもないですよ、っていうのがありましたので、ぜひ配信ご覧になってくださいというので、今日はあれですね、見ましたじゃなくて聞きましたです。先週の放送になるんですけども、YouTube の方でも公式で上がっている東野幸治さんの本物ラジオなんですけども、あの頃の洋楽とプロレスといってね、本編はレッド・ツェッペリンが好きだっつって移民の歌ね、ブローザー・ブロディの僕もレッド・ツェッペリン大好きなんであれですけども、が好きだっていう話をしてて、でお便りコーナーというかね、関係者の方今こんなことしてますっていうのが前々回かなに募集があって、それで僕メールを出したんですね。っていうのも何年前ですかね、2016年だったかな、なんでもう5年前ですか。行列のできる法律相談所に私出ましてでですね、それの時にパモンというものをやってて、その時はまだ無料でねやっててみたいな、そのことで行列に出たんですよ。その時に、
V6 の三宅健さんが好きなもの、好きなものから、その人の好きなものからいろんなね3つぐらいか4つぐらい、複数ですね、好きなもの何でもいいんで好きなものから、アイコン、家紋のようなねパーソナルな家紋でパモンっていうのをやってますっていうので出た時に、三宅健さんの好きなのがバナナと、もらった資料ではインディアンと、それからインディアンアクセサリーか、バナナ、インディアンアクセサリー、それから何だったか観覧車が好きみたいなことが書いてて、でそれのねこういう図というかパモンですよね、アイコンみたいなマーク、あれを何が好きっていう時にこうインディアンが好きでバナナが好きでって言ったらね、インディアンっては言ってはいけないんで、インディアンでも僕はそのもらった資料がインディアンだったんでそのまま言っちゃったんですね。そしたら東野さんがこっきりと目をひんむいて、ネイティブアメリカンねってこう指すようにさっと言ったんですよ。本当にすぐで、僕もそれでしまったと思って気づいて、ネイティブアメリカンが好きで、って言い直したとこから放送では使われてるんですが、そういうことがありました、あの時はお世話になりましたというかね、そのね常にねこう一挙手一動をね見逃さないその東野さんが恐れ多かったですみたいなことを書いてメールしたんですけども、それがなんと読まれておりまして、いや嬉しかったですね。僕は別にその放送で載らなくても東野さんにそのことが伝わればいいなと思って書いてたんですけども、放送でも読んでいただいたようで、それがYouTube でも上がってますんで、ぜひね聞いて、リンク貼っときますんで聞いてくださいと。46分ぐらいですかね、ありましたんで、でその本物ラジオね、前まで去年ですか、1年間ずっと YouTube でラジオをね、それの真似で僕もこれを始めてるみたいなところは往々にしてあるんですけども、その幻ラジオというのを YouTube でずっとやってて、それ好きでずっと聞いてて、グッズなんかも買ったりなんかしてるぐらい本当にずっと好きで聞いてて、で今年の4月から、大阪の ABC 朝日放送ですねで、本物ラジオということで、毎週金曜日の晩だったか土曜日の晩だったか金曜日の晩だったかなにやってるんですけど、それが公式で YouTube で流れておりますんで、それをね、毎週欠かさず聞いておるわけなんですけど、いや本当に東野さんの洋楽の話がとても面白いというか、そのリスナーにも反応が良くてっていうので、こう東野さんが聞いてるね洋楽の話をよくされてますけども、たまたまレッド・ツェッペリンは僕も大好きで、東野さんはブローザ・ブロディが大好きで、それの入場曲が移民の歌だったんでっていうことで紹介してますけど、僕は深夜のねテレビだったと思いますよ。でレッド・ツェッペリンのねあれなんだったかな、ロックンロールだったかが流れてきた時にこう衝撃を、こんなかっこいい曲があるのかって覚えてねえのかっていう話で、それで好きになってこう漁るように聴いてた覚えがありますね。で昨日はねボヘミアン・ラプソディを地上波でやってましたけども、クイーンはねあんまり聞いてこなかったんですけど、クイーンもアルバムシングルなり出すたんびにねこうこれまでの感じとはガラッと変えてくるみたいなことをずっとやってたんですけど、そのツェッペリンも本当に毎回ねアルバムごとにこう色が違うというか、もう人が変わってんじゃないかっていうぐらいこういろんなパターンで見せてくるね、こういい意味でこう裏切られたというか、感じ聞きたかったのに今回これかよみたいなね、そういう裏切りが昔のロックバンドは本当多かったですよね。だからその辺のねこうやりたいようにやってる感というかね、こうマーケティングに頼らずにこう本能の赴くままこう奏でられているというようなね、だから70年とか80年代のロックバンドが本当にかっこいいですよ、っていうのをラジオを聞いて、思っておりましたっていうのと、本当にはがきというかメールですね読んでいただいて本当にありがとうございましたと、あと覚えてねくれていることが本当に何よりも嬉しいというかね、楽屋に行ったのも覚えてます。ちょうどねブログの本が出たとこだったんですよね、東野さんの。でこのあれは何て読むんで、この間ですか、この間ですか
ね、本を読んで、サインをもらいに行ったのもね、その日でしたんで、本当に、いや、嬉しかったなと思ったんで、ぜひ皆さんも本物ラジオね、大阪の方、ね、ぜひ毎週、ラジコで聞けると思いますんで、他の地域の方はね、ラジコプレミアムか、YouTube でね、1週遅れぐらいで配信されてますので、ぜひ聞いたってやってね、ことですわ。そんなところで、ちょうど時間となりましたね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。